クリスマスの食卓のイメージを絵にしてみましょう。まず赤いワインの注いだグラスを描きます。はっきりした色ですね。鮮やかな色で、ただしグラスの光ったところ、ワインの光ったところは紙の白を残すようにします。さあ、これはテーブルの上に置かれたパンです。ザラザラとドライブラシでパンの質感を描きます。いろいろ色を重ねましょうね。そしてここはその後ろにある大きい型パンです。硬くこんがりと焼き上げられたパン、それを焼き色を美味しそうに見えるように、これも西日の効果で色を重ねます。こうするとワイングラスの光った部分の形がはっきり見えてきますね。色と明暗の対比ですよ。水を飛ばしてパンのザラザラ感をちょっと演出します。こんな感じだね。パンの、皮のガチガチっとした感じ、ザラザラっとした感じですよね。今描いてるのは、これは腸詰めですね。クリスマスの食卓に欠かせないもんですね。腸詰めが切った断面も描きたいですよね。そうそう、これですよ。この腸詰めは中に赤い肉、そして白い脂肪の部分ですね。それがきれいに詰められた腸詰めです。断面が美しいですよね。パンはザラザラしたちょっと質感だね。さあどうでしょう。だいぶパン、そして腸詰めの感じが見えてきたでしょう。ちょっと美味しくなったね。美味しそうな雰囲気、楽しそうな雰囲気が今日この絵の大切なテーマですよ。で、クリスマスといえば何たってこのキャンドルだね。今日はおめでたいので赤いキャンドルです。そしてそのキャンドルが乗せている、これが真鍮で作ったキャンドルスタンドです。ちょっと古い感じね。ちょっとくすんだ色で描いてあげるといいですね。何か楽しそうなクリスマスのみんなの喜んだ声が聞こえてきそうな、そんな雰囲気があるといいですね。さて、後ろを思い切って暗く今描き始めてます。これはどうしてかっていうと、ほら、だんだん見えてきましたね。このグラスのピカピカッと光ったその光沢を描きたい。そのためにも後ろを思い切って暗く描いてるんですね。だんだん見えてきたね。このくらいコントラストが強くですよ。どうしても水彩画だと色を薄く塗りがちなんですけども、例えば今日みたいにクリスマスの雰囲気、あるいは硬い冷たく光ったグラスの雰囲気、これらを出すためには何よりも思い切った暗い色が必要なんですね。どのくらい大胆に暗い色を重ねられるか、これで絵の仕上がりの効果が大きく左右されます。このくらい躊躇なく塗ってみましょう。だんだんとキャンドルとかグラスとか見えてきましたね。このくらい暗い方がいいな。ちょっとやりすぎかなと思うぐらいね、暗く色を乗っけてみる、そういう思い切りが必要ですね、水彩では。これは大きなボトルですね。もう赤ワインが入っていたんだけども、だいぶ食卓でみんな進んで、もうワインがちょっと見えないんだけども、そのボトルの存在ははっきり見えますね。周りを暗く塗ってきて、後ろの暗さがボトルに透けて見えるからボトルも暗いんですね。ただ
ボトルの光ったところとラベルのところだけは明るいので、ここは紙の白を残すようにして描いていきます。この明るさで一番必要なところはこのテーブルの上の部分ですね。ここに光がいっぱい溜まって楽しそうな食卓、そのような雰囲気を描きたいために、テーブルの上はもうほとんど紙の白です。このテーブルの上に光がいっぱい溜まってる、明るくなってる、それを伝えるためにはテーブルの上にあるいろいろな要素の影を暗く描くこと、これがコツなんですね。そしてやっぱりクリスマスだから、こんなどうだろう、美味しそうな砂糖菓子なんかいいね。なんかこう幸せな感じがするでしょ。小さい子供って絶対喜ぶよね。そしてお菓子に彩りをつけたり、また何かこんな赤色の要素なんかあったら絵が華やかだし、ワインの赤さと色の調和が取れて画面のバランスが良くなるでしょ。これはキャンドルのスタンドだね。ここをぐっと暗く描いて真鍮の質感ですよ。ほら、だんだん音の感じが出てきたな。ラベルがきり明るく見えて、ボトルの光ったところもピカピカっと見えて、この下もこのくらい暗くだね。もうとにかく暗さは大胆にいってみましょう。一度乾いて色が弱くなったらもう一回重ねてあげましょうね。さあ、だんだん細部を描き込んできました。テーブルクロス、ここにちょっと模様をつけると一層なんか布を敷いてあるって感じがしますでしょ。そしてこのテーブルクロスの側面、ここは十分に暗くです。これ十分暗くすると床の立体感も出るし、何よりも床の上の面のところが白く輝いてきますよね。どんどんテーブルクロスの側面、そして要素の影の部分を暗く描くことですね。光をとにかく限定してみましょう。どんどん絵がドラマチックに見えてきます。だいぶ絵が見えてきたでしょ。いいね、こんな感じだ。さて、グラスの足元を暗い調子と紙の白を交互に使うことで透明感のある、なおかつ光ったガラスの雰囲気が見えるんですね。この辺ですよ。ちょっと楕円なんかの形が歪んでいたら少しだけ修正して、さあいよいよキャンドルに火を灯してみましょう。黄色い色、ちょっとオレンジの色、ほら火が燃えてきたでしょ。いよいよクリスマス真っ盛りの感じになってきたな。そして絵がもうだいぶできてきましたので、最後に後ろを思いっきり暗くして全体の雰囲気を一層盛り上げてあげて、これでこのクリスマスの食卓の絵が仕上がりです。今回はクリスマスの食卓をイメージして描いてみました。ポイントは後ろを大胆に暗くして明暗のコントラストでテーブルの面の明るさを浮き立たせ、画面をドラマチックに演出することです。いかがでしたか？あなたも
ぜひ描いてみてくださいね。それではまた。